こんにちは。お元気ですか？今日は5月13日の水曜日ですね。今、2026年、令和8年の5月なんですけれども、なんか最近というか、ここ1年くらいかな。なんとなくふと思うことがあるんですけれども、すごい大したことないですよ。私はね、5年ちょっとぐらいね、引きこもり生活をしてるんですね。で、最初はね、ちょっとメンタル的にちょっとやばかったのもあって、ずっとお昼寝して暮らしてはいたんですけれども、3年経ち4年経ちっていう頃からね、いろいろちょっとずつのそのそ動き出して、で、現在はね、完全在宅ワーカーというかね、家で引きこもって、自分がやりたい時にパソコン開いてなんかするっていうね、完全引きこもり、在宅ワーカー生活をしているんですね。なので、結構ね、なんて言うんだろう、世間と隔離した生活をしてるんですよね。人間に全く合わないし、その仕事自体もね、特に誰かと何かをやってるとかじゃなくてね、完全に自分一人でやってる仕事なので、個人事業主としてね。で、それがね、誰かと何かつながってやってるっていうのも一切ないので、すごいびっくりするぐらい完全に一人で生活してるんですよ。だから人と会うことって言ったら、スーパーとコンビニに行った時レジの人と向かい合うくらいで、クレジットカードでお願いしますとかね、エディでとかね、それくらいしか会話がないぐらい、世の中と結構隔離して生きてるっていう感じなんですね。で、私はぼっちなのでね、特にお正月とかお盆とかね、そういうのも特に、帰るところがないというかね、どこにも行かないし、誰とも会わないので、本当にここまで綺麗に完璧に世間と隔離しながら、でも別に山奥じゃなくてね、普通に生きてるって、なかなかできない体験だよねって思ったりしますね。この前久々にね、ズーム、インターネットで、ズームを通じてね、友達と喋ったりとかしたんですけれども、たまにはちょっと人と喋んなきゃなっていうふうに思ったりとかしましたね。それくらいなんですけれども、いいや。とにかく、びっくりするくらい隔離して生きてるんですけども、そうするとね、なんていうのかな、私の楽しみはね、漫画を読むことだったりとか、あとは、YouTube とかをね、見てることとかね、あと小説とか、そういう本とかも好きなんですけれども、つい最近はね、インスタントに楽しめる、YouTube とかでね、パパッと見てパパッと面白いっていうのに走りがちで、本の活字とかなかなか読みにくくなっちゃってるんですけれども、習慣というか癖というかね、つい楽な方に行っちゃうので、娯楽ですら楽な方なね、受動的な受け身なものに走っちゃうのでね。ただそれでも、漫画だけはね、YouTube とかよりも漫画の方が好きっていうくらいですね。だから漫画はある程度能動的に自分で読まないと読めない娯楽ではあると思うんですけども、活字を読んで理解してっていう小説とかね、本とかよりは漫画ってね、パッと見てパッと絵でその状況とかも視覚的に入ってくるので、漫画はどっちかっていうと私にとっては受動的に楽に読めるものなんですね。で YouTube とかよりももっと好きなので、漫画がね、娯楽の中では一番いいですね。しかもアニメとか映画とかと違って、自分のペースで読めるっていうのがいいですね。なんていうかいろいろストーリー展開とかそのシーンとかがこういう風にどんどん進んでいって、このセリフをこういう抑揚をつけて主人公が喋ってるとか、もしくはここをちょっとゆっくりめに
言ったとか、このセリフとこのセリフの間の間はこういう風になってるっていうのとかって、漫画とかだとね、自分の世界に入り込んで自分でそれをこうなんかこう自分のペースで読めるじゃないですか。でも映画とかだとなんかもう完全に作られたものなので、そのなんていうんだろう、そのストーリーの解釈とかそういうのもこう演者とかがこういう風に作っていって、その時の喋り方とか間とかも全部もうなんていうの、本当に他人で外から見てる状態になってるんで、なんていうのかな、その進むペースとかも、あくまで人の人生を外から見てるみたいな感じで見てる感じなんですよね。それに対して漫画とかだとね、100% 自分でそういうテンポ感とか、この人のキャラクターとかが喋ってる声の雰囲気とかも自分の脳みその中で作ってるものなので、そういう意味ではやっぱり漫画が好きなんですよね。で、前置きはその辺でいいとして、最近漫画とかを見てて、最近の漫画の作家さん、小説もなんですけども、漫画の作家さんとかがうわすげえなって思うことが結構あって、やっぱり漫画かな。やっぱり作者さんが最近は結構若いっていうのもありますよね。で、例えばですけれども、すごく大人気の漫画で、みんなが知ってる漫画としては、魚戸先生の地とかですよね。地動説とかが題材になってる地とか、本当見事ですよね。ストーリー展開とか、その表現の仕方とか、でも20代の先生なんですよね。で、その20代の方が、しかも多分デビューされて、その連載とか書き始めてるのって、あれ、デビューは10代だったりするのかな、魚戸先生若いから。ごめんなさい。わかんないけど、とにかく地とかを連載始めたのは、もう本当に20代すぐぐらいだと思うので、違うかな。でも、20代前半くらいで、もうとっくに、なんかこう有名な漫画の先生になってヒット作を生み出しているような方で、今現在もまだ20代なんですよ。だからその20代前半の人が書いたものを40後半の私が読んでねそのストーリーとかその表現力とかその構成とかにびっくりさせられたり感動させられたり、なんて見事ななんか作品なんだっていう風にね、こう涙が出たりとか、こう心を躍らされたりとかするって、なんか人間が作ったものなのにこんなすごくないっていう風にちょっとびっくりしちゃうんですよね。さらに作ってる人がまだ若いっていうことにびっくりしちゃったりとかするんですけれども、なんかこうどういうことなのっていう風に思ったりとかするんですね。昔からね小説とか読んでて、全然関係ない別の先生のね小説とかそういう作品とかを読んでると、同じ人間がこんなすごい内容とか心を震わせるものを作れるって、どういうこっちゃって思ったりとかしてたんですね。神様が作ったものじゃなくて同じ人間が作ったもので、人間である私がこんなにこう揺さぶられることってあるのみたいなね、どんだけ天才なんだよって思ったりとかしてたんですけれども、ここ最近こう思うのは、その漫画とかでねすごい作品を書く方がまだ20代のそこそことかで書き始めてた作品だっていうのが、20代でこういう構想って出るのとか思ってびっくりしちゃったりとかするんですよね。魚戸先生の地もそうですし、あと進撃の巨人とかもすごい漫画ですよね。あれ、もちろんね、細かいとこを言うと、ちょっとこう、なんて言うんだろう、ストーリー的にちょっと、なんかこう、つなぎとかがおかしいとか、そういうのはあるんですけど、それはね、もちろんこう、ベースのテーマとかがあって、その上での漫画なので、そういうとこは関係ないんですよね。ただ、その構成とかが、世界観とかもですけども、いや、マジですごいなと思って、進撃の巨人を書いた伊佐山先生も確かもう20代の本当前半くらいで進撃の巨人書き始めてるんですよね。
だからその辺の20代そこそこの若い兄ちゃんとかが書いたものにこうね、まあ40代の私がすごいこうワクワクして、そのワクワクしただけじゃなくて、その世界観とか、あとメッセージ性とかにちょっとびっくりするとか、やっぱりすごく感動したりとか、そのストーリー展開とか、あとはおそらくこの先生はこういうなんていうの、作品を作るにあたってのベースの何かがあって、もしかしたらこういう歴史のこういうのとかを反映させてるのかなとか、いろいろあるんですけども、とにかく20代前半の方が書いてるとは思えないと。書いてるうちに30代に突入はされてると思うんですけども、まあね、でも進撃の巨人、進撃の巨人っていう漫画を私もこう読み始めたの、多分私がね30半ばぐらいの時に読み始めたような気がするんで、だから私が30前半くらいの時には書き始めてたと思うんですよね。だから20年はまだ経ってないですけども、十数年前、15年以上前かなに連載が始まった漫画とかだと思うんですよね。とにかくね、最近の漫画、進撃の巨人は最近の漫画というのかどうかわかんないですけど、書き終わったのを考えると最近の漫画と言っていいのかもしれないですけども、ただね、ここ最近の漫画、ここ15年とかの漫画もすごいけど、ここ最近の漫画もちょっとすごいなって思ってるんですよね。で、なんでこんな若い方がこんなすごいこう構成を思いつくんだろうとかね、思った時に、さっきの魚戸先生の知とかをね、このアニメでも見たりとかしてたんですけど、見た時にふと思ったんですけども、そっかって思ったのが、100% この作品、漫画家さんでも小説家さんでも 100% 自分のインスピレーションでゼロから話作ってるっていうことってありえないじゃないですか。もちろん 100% 作ってるんですけども、その人の頭の中には今まで経験したことのあるこの自分の人生とか、あとはその人もね、小さい頃に、読んだ漫画だったり小説だったり映画だったりとか、もしくは歴史だったりとか、何かの文献だったりとか、もともとその存在しているこのストーリーやら歴史やら事実やら、そういうものを頭にもともと入ってた上で、そこからインスピレーションが湧いてるわけだから、ある意味全ての作品っていうのは何かしらもともとあるそのストーリーやら歴史史実やら何やらのオマージュでもあるわけなんですよね。でもちろんそれっていうのはなんていうのかな、そのベースの昔こういう歴史があって、その歴史の中でこういう物事があってっていうのをちょっとオマージュしたりとかして作ってるわけなので、なんていうのかな、だからそのうまくこの物語を構成する力があったりとか、そこから話を展開させるような想像力をもともと持ってたりとかいう方が、そういうふうに漫画やら小説やらっていう物語をストーリーを作っていくっていうのはあるんだろうなって思ったんですね。でそれを考えた時に、もしかしたらここ最近私がこの若い作家さんやばくないっていう、若いのになぜっていうのがよりこうなんていうのかな、その内容がすごいっていうのを感じたのは、もしかしたらインターネットとかの台頭にあるんじゃないかなって思ったんですね。でもちろんね、この今の時代とかじゃなくてね、インターネットがまだこうない時代とかでも、例えば手塚治虫先生とかも若い頃から活躍されてるわけだし、そういうこの若い頃から人の心を震わすような作品を書ける方はいるんですけれども、なんかね、その頃のあれと最近の作品のこのなんていうのかな、その世界
感っていうか、何がすごいって思わされるのかっていうと、やっぱよくそんなこのなんていうんだろう、そのテーマを扱えましたねっていうような、そういうなんていうのかな、そういう広がりとか深みがすごいんですよ。でそれを考えた時、さっきのね、全ての作家さん、漫画家さんでも小説家さんとかは、いろいろな歴史やら映画やら今まで読んだ本やら何やらの、ある意味オマージュっていう形でストーリーを出されていってるわけで、昔からもう全てはそういうものだと思うんですね。オマージュっていうか、全部がオマージュなんですよ、この世に存在しているものは。歴史の史実とか以外はね。それを考えた時に、やっぱりこのインターネットとかそういうのが出た時に、やっぱり情報量が急激に増えたと思うんですよね。で今までは本当にこの本屋さんで本とかを読み込んだりとか、古本屋さんとかでそういうのを見つけてとか、あとはこの周りにすごく博識な人がいたりとか、あとは知らないですけど、その編集部の人のその担当編集とかね、そういう人とかがすごいいろいろ資料集めとかにもすごい手伝ってくれて、そういうもっと年のいってる大人とかがね、こういうのをやってっていうのもあったかもしれないですけれども、やっぱ最近はね、このインターネットで調べられる範囲っていうのがやっぱり急激に広がったっていうのがあると思うんですよね。で日本にはないような事実とか、なかなか日本ではそこまで詳しく調べられなかったものとか、もしくはこの専門書とかじゃないとなかなかリーチできなかったような情報が、やっぱりいろいろネットが広がったことによって、なんていうのかな、そういうちゃんとした文献以外にも、例えばね、この一般の人がやってるブログとかね、このマニアな人とか趣味でなんかやってる人がブログですごいまとめて書くとかね、そういうのでもすごく幅広くニッチなことでもリーチしやすくなったと思うんですよね。で意外と素人の人が書いてるやつとかでも、その人がきちんと参考文献とかをリンクで貼ってたりとか、そういうのがあって、意外となんか素人バカにならんっていうか、そういうので知るきっかけ、その人の全部読んだだけでもすごいけど、こういうのがあるんだ、へーって思ったら、それを知ることによって今度はまたそれを詳しくネットで調べることもできるじゃないですか。だからそういう意味でなんていうのかな、他の人間の知識にアクセスしやすくなってるんですよね。人類の英知にアクセスしやすくなって、ちょっと大げさに言うと、それで何かを知るきっかけみたいのも散らばってて、そのきっかけからさらに詳しく調べることも可能になってるんですよね。でさらに思うのは、やっぱりここ5年くらいで AI っていうものがすごくどんどん台頭してきたじゃないですか。でここ2年くらいでもすごいスピードでなんかすごいことになってて、どんどんできることが増えてるわけですけども、それでさらに思うのは、最近ではやっぱり外国語の壁っていうのがね、あっという間になくなってきてるんですよね。そうなると今度はこれ私も昔結構経験あるんですけど、例えば後期費のこととかもっと知りたくていろいろ調べると、やっぱりね、外国語のところになっちゃったりとかするんですよね。そうすると言語の壁っていうのがあって、どうしてもなかなか調べるのが大変っていうのがあったんですよ。でその頃でもね、Google の翻訳とかでそのページをね Google で翻訳することができるとか、そういうのはあったんですけども、それでもやっぱりね、なかなかちょっと難しいんですよね。そういうのがやっぱりこの AI 時代になったら、その言語の壁が
多分この先もっとどんどんこうあれでその外国の文献とかも一般の素人とかもねこうそれをもっと分かりやすく説明する人もどんどん出てくるだろうし、なんかねそういうふうにこのいろんなストーリー、この日本人に限らず外国人のストーリーだったりとか、あとはその文献だったり史実、日本で訳された本とかだけじゃなくて、その違う国で、もしくは現地でのやつとか、そういうのもいろいろ情報が入りやすくなってきたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だからそうするとそのなんていうか、さっき物語を作る人っていうのは平たく言えばある意味全員がオマージュしているっていう部分があるので、その元のそのネタになるきっかけになるそういうもののあれがすごくなるんじゃないのっていうね。だからAI が台頭してきたここ5年くらいのから先、今から生まれる今20歳とかね、それくらいのこれからデビューする人の作品ってまたすごいことになるんじゃないかなっていうふうに思ったりとかしましたね。でその20歳とかね20代そこそこ、もしくは10代くらいのその新進気鋭のね人たちが持ってるインスピレーションとか、そのやっぱり勢いっていうのはすごいので、それをもとにその敏腕編集部の人とかがねこううまくこうタッグを組んですごいものに作り上げていくっていうのはあるんじゃないかなって思いますね。で漫画家さんの内容とかストーリーとかがどこまでその一人だけじゃなくて、そのチームとしてその編集部の人とか、あとは漫画家さんだったらねアシスタントさんが絵とかねそういうのをいろいろ一緒に描いたりっていう感じでチームで作り上げるっていうのもあると思うんで、ちょっと私全然知らないですけど、小説家さんより漫画家さんの方がよりチームで作ってるんじゃないかなっていうような勝手な印象があるんだけど、どうなんですかね。だからそういうところをねまたこう情報班っていうかね、いろいろその世界観を作り上げる上で、その漫画家さんのそのインスピレーションをもとにそこから展開するためのそのさらに詳しいこの文献とかね、歴史の史実やらね、もしくはもともとそれをオマージュして作った映画とかで、そういうのとかからこういろんな人がこうさらにここはこうした方がいいんじゃないって、こういう要素を入れた方がいいんじゃないとか、あとはね編集部の人だったらちょっともちろんこう商売なので売れなきゃしょうがないので、ちょっとねそういうこう女の子を可愛く描くとかね、ちょっとおっぱいを大きく描くとか、そういうの出てくるのかもしれないですけどでもあれか、そのさっき言った進撃の巨人とかね血とかはね、もうあくまでもストーリーがやっぱあれなので、そのあくまでそのもうストーリー勝負でいってるところはありますよね。ちょっと話がそれてなんかよく分かんなくなっちゃったんですけど、とにかくだから今後のもしかしたら今後またさらに若手の漫画家さんとかね、そういうのがすごいことになるんじゃないかなっていうふうに思ったりしますね。でもちろんだとしたら別にそれって若くなくても、例えば40歳の漫画家さんでも全く同じことが言えるんじゃないっていうふうに思うんですよ。ただちょっともしかしたらその違うのは、これ私漫画じゃなくて小説を読んでる時に思うんですけれども、このすごくこう自分の好きな小説家さん作家さんとかでやっぱりこう全体的にいろんな作家さんの本読んでると、30代とか40代とかに書いたものがすごくなんていうかね鋭い作品というか、こうインパクトというのとは違うな、自分の胸にガーンとくる作品がやっぱ
若い時代に書いてる作品が多い気がするんですね。その30代40代、作家さん30代40代全然若手だと思うんですけれども、でもちろんすごいこう力のある実力のある作家さんなんで、50代60代とか言っても引き続きすごく面白い作品を書くんですけれども、なんていうのかな、50代60代とかある程度このなんていうか人生こう人として経験値を積んでいかれて、それくらいの年代になってくると、なんていうのかな、そのストーリーの内容がちょっと変わってくるんですよね。変わってくるっていうか、こうすごい鋭い、なんかこうっていうバーンっていう作品じゃなくて、鋭いっていうのは過激っていう意味じゃなくて、そういうんじゃなくて、そういう鋭い作品とかすごい作品ってうわーっていう作品よりも、さすがっていうね、なんかね、この5、60代とかそれ以降になった作家さんのってね、普通の日々の何でもないことをすごく面白く書けるというかね、そういう手腕がすごく出てきて、すごいというかね、だから面白さのなんかこう種類が変わってくるんですよね。だからそういう意味ではこう、だからどっちがすごいとかね、若い方がすごい作品を書くとかね、そういうんじゃなくて、やっぱりね、逆にこう普通のことをすごく面白く書けることがすごいんですけども、日常の何かのストーリーとかでね。ただもしかしたらこれは勝手に私が思ってるんですけども、若い時期っていうのはそういうインスピレーションが降りてきやすい時期っていうのはあるだろうなっていうのはあるんですね。そういうインスピレーションっていうのはね、こう読者が読んだ時にすごいとかうわとか、その物語がすごいこう鋭くてわーってくるすごい作品っていうのは、やっぱりこう若い時に出やすいものなのかもなっていうふうに思ったりしますね。やっぱり若者時代っていうのはやっぱり何かこうインスピレーションがすごくこうやっぱりこう良くも悪くもちょっと平均値からこう出るんですよね、全ての若者が。で知らんけど勝手な私のそうなんかなって思うのは、やっぱり若い時代、例えば20代とか10代とかね、その頃ってやっぱ生物としてその繁殖しなければならない時期じゃないですか。その生殖時期というかねだからそういう時期っていうのはやっぱりこう突出した考えとか感情の揺さぶりっていうのが出る時期なんでしょうね、きっと。だからある意味人生としてエンターテインメントとして楽しむっていう意味では、こう良くも悪くもすごく感度が高い時期っていうのはね、これは生物学的にこのなんていうの、遺伝子 DNA 的にある時期なんじゃないかなっていうふうに思いますね。だからそういう時はいろんな情報とか文献とか史実とか他の作品とかにインスピレーションを受けて、そこから出るものっていうのはやっぱりこうすごい鋭いというかね、ものになってくるのじゃ壮大なじゃないな、なんかになってくるんじゃないかなと思いますね。でそのインスピレーションを他のチームっていうか編集の人とかそういうのがうまい具合にプラスアルファプラスしたりマイナスしたりとかいう風にいいものにこう練り上げていくっていう作業があって、それで若手の漫画家さんとかがこの私みたいにね50手前くらいの年齢の人間がこの驚いて心揺さぶられて、その完成度見事さにちょっと度肝を抜かれるような作品が出来上がってしまうのかななんて思ったりとかしましたね。だからその若い時は生殖生物的にね生殖時期だからこのインスピレーションがあるんじゃないかっていうねっていう勝手な私の
知らんけど考えと、あとは最近はねインターネットというものが普及したことによって、そういう人類の英知へのアクセスみたいなね、いろんなこの古い文献とか、あとはいろんな物語とかニッチなものとかね、そういうものにアクセスしやすくなったとかね。昔はね本当に古本屋行ったり、その本買ったり、それをしかも読み込んで難しい本とかね、あとは博識な人に聞きに行ったりとかね、そういうのしかなかったかもしれないですけど、今はねその時間もかけず、しかも膨大な量のものがね探そうと思えば探せて、さらに外国語の壁も突破してきているっていう今の時代ですからね。だからそういうことにアクセスできるプラス若い人の英知っていうのがね組み合わさって、今後ねすごいことになるんじゃないかなっていうふうに思ったりしましたっていうのをねなんとなく最近感じてるっていうことで、だから今後ね漫画はまたさらにちょっといろんな形になっていくんじゃないかなっていうふうに思ったりとかしますね。なんか若い人なのにどうしてこんな古い昔のこととか調べられたんだろうとかね、調べることはできるだろうけど、とにかくねその内容が深くてすごいなとかね思ったりとかするんですけれども、だから私がねこれから50、60、70、80っていう風に年をとっても、この面白い小説やら漫画っていうのはきっとどんどん生み出されていくと思うので、さらにこれから先ね、さらにすごい感じにまた変わっていくんじゃないかなって思うと楽しみだなっていうふうに思いましたね。特に日本なんてねやっぱり漫画大国ですよね。やっぱりちょっと外国の漫画もねそんなに大して読んだことはないですけども、やっぱり間違いなく日本って漫画すごいと思いますので、そういう意味では日本に生まれてきただけで、私みたいな漫画好きの人はねもうそれだけで超ラッキーだなと思いましたね。だからぼっちで生きてても、生きてて健康で生きてるだけで、例えばねあと私が50年間今みたいなぼっち生活を続けてたとしても、それなりに結構楽しく生きれると思うんですよね。だって日本に住んでるだけで漫画楽しいんで、小説も素晴らしいし、日本語の表現、日本語っていうもの私好きだし、だから日本でね住んでるとね貧乏でも結構楽しく生きれるっていうのはいいかなって思いますね。あと前の動画でも結構ちょこちょこ言ってますけども、日本ってね貧乏人でも結構楽しめる国だなっていうのはね思ってるんですよね。無料で楽しめるものも多いし、あとは普通に生活しててもコンビニとかねそういうものがね、日本人のあれなのかな、この新商品とかパッケージとかねそういうものをどんどん出すっていうね、普段のそういうのも楽しいんですよねあとちょっとした文化のいろんなものが看板とかね、いろいろ日本ってやっぱねマイナーな国ですよ世界から見てちょっと不思議な国だと思うんですよね。で自然とかも多いし、やっぱり水が豊富な国っていうのもあって、農業とかしようと思えば農業できるし、温泉とかもね水が豊富だし、いろいろ貧乏でもね人知れず楽しく生きれる国だなっていうのはありますねっていうのは思ったりとかしました。あと飯がうまいっていうのは最高ですよね。ファミレスのレベルが高いあと別に日本だからって日本食に限らずいろんな国のお料理食べれる。しかもそれをアレンジした日本的魔改造のねやつもうまい。そういうのがまたおもろいっていうのもあって、楽しいんですよね。駄菓子みたいのでもね楽しい美味しいっていうのもあるしそんなことをちょっとね思ったりとかしました。さっき小説の話でちらっとね小説っていう話が出てきたかと思うんですけれども、ちょっと私の勝手な印象なので実際はどうか知らんっていう感じなんですけれども、私の好きな漫画でも小説、本ですね、活字の本
両方好きなんですけれども、さっきね漫画家さんが20代そこそこですごい作品を書くっていう風に言ってましたけれども、同じようにね小説家さん、本の活字のね作家さんとかでもね、20代とかでねすごい内容を書く人とか賞を取る人とかもいますよね。だから、それは同じなんじゃないか、20代でも小説家さんとかでもすごいの書くねっていうのあるんじゃないかって思うんですけれども、なんかねもちろんインスピレーションとかねそういうのはすごいんですけれども、なんだろう、やっぱり作家さんとかだと、もちろんねデビューして担当がつくとその編集さんとかもいろいろこう協力して作っていくもんだとは思うんですけれども、やっぱりねこの文章活字での表現ってなると、もしかしたらある程度年季が必要になってくるのかもって思ったりとかするんですね。やっぱりね20代の方が書くのすごく面白いんですけど、内容もおおっていうのも多いんですけども、やっぱり活字での表現っていうのはある程度ね人生経験の積み重ねが必要になってくるのかもなって思ったりとかしましたね。その活字だけで表現するスキルっていうのもありますし、それに対して漫画っていうのはねよりインスピレーションをそのままこう表現しやすいのかもなって思ったりとかしました。漫画っていうのはその絵で表現するものであり、その主人公のこの、主人公じゃなくてもそのキャラクターの目の描き方だったりとか、そのなんていうんだろう、カメラの角度っていうんですか、そのだったりとか、線一つだったりとか、その体の角度とか指の出し方とか、なんかそういうのがね多分こう内側のものをそのままこういろんな要素で表現しやすいんだと思うんですよね。そのストーリーというものだけじゃなく、それに対してやっぱり小説本活字になるとやっぱりねこうある程度30代とか40代とかいかないと、その面白さ、やっぱ文章で表現するそのあれとかがね、なんていうのかな、心のちょっとした機微みたいのを表現するのがやっぱりねその作家さん個人のあれから出てくるものなので、やっぱりねそこはねもしかしたら漫画家さんよりも作家さんの方がどちらかというとこの一人で作ってる割合が多いのかなっていうふうに思ったりしますね。そうするとやっぱりこの厚み、言葉で表現する厚みというかね、そういうあとはテクニックとかそういうものっていうのはなかなか20代の作家さんとかだとストーリー自体はすごい面白くても、その深い部分の表現っていうのがなかなか難しいのかもしれないなって思いますね。すごく面白いけどやっぱりねこう深みというかがね、厚さみたいのがね少しこうやっぱ30代40代以降の作家さんに比べるとちょっとあれかなっていう風に感じることはあるんですね。でそういう方もきっとねっていうか絶対そうなんですけど、やっぱ作品30代とか40代になってくるとすごいやっぱ面白いので、なんかそういうのがあるのかななんて、言葉にこの人生の経験が乗るっていうのとかがある程度それは数でしか量ができない部分、数っていうのは生きた年輪でしか量ができない部分っていうのが言葉での表現だとあるのかななんて思ったりとかしましたね。すごい上から目線で申し訳ないんですけども、ただこうなんていうの、完全読者としてねこうそれを楽しませてもらってるこっちからすると本当にね同じ人間が作ったものなのかなみたいな。これ神が作ったんだったらわかるけど、同じ人間が作って同じ人間の私がこんなこうなんていうかこう精神的に揺さぶられるようなストーリーとかを作ってしまうってすごくないっていう風に本当思うんですよね。神かなって思うんですよね。そうそう、だからそれは漫画でも小説でも両方なんですけども、でもやっぱり小説とかの方がやっぱすごい
その体験とかはでも漫画もあれか、小説だともしかしたら一気に読めちゃうっていうのもあるのかもしれないですね。より深くそのストーリーに入り込めるっていうのもどっちかっていうと小説なのかもしれないし、とにかくそのものすごい作品を読んだ時ってそれ自体がもう人生の体験になってしまうっていう気がするんですよね。読者である私がそのある本を読んで、なんかすごい小説とかを読んで、それがあまりにも素晴らしい作品で心揺さぶられてっていうすごい作品を読んだ時、ただ本を読んだだけなのにそれが私にとっての一つの人生の体験になってしまうっていうね、それくらいの力がありますよね。すごい作品ってすごい作品ってっていうかだからそれを作った小説家さんとかって本当にすごいなって思ったりとかしますね。だからもう本当に私も昔ね、やっぱ人生とかやばやばっていう時とかでもね、すごい本とかを読んだりとかすると、もうこの本が読めてだけで生きててよかったなって、そういう力がある本ってあるんですよね。で、あと私がね、その若い頃思ったことというのは、もしこの人生にもう絶望しきって、もう生きる気力がなくて、もうオートマチックにそのエンドのドアのところに自動的に自分が歩んでいってしまうっていうね、もうこの無の状態になった時、感情もなくなって無の状態になって、もう自分がその最後の扉に向かって歩いていってしまう、オートマチックに歩いていってしまうような状況になった時、もしそれでもちょっとだけ感情が残っていたならば、どうせだったらもったいないから、この世にある全ての面白い小説とかを全部読み切ってから終わりにしてやろうみたいな、ね、その最後のドアを開けようみたいなね、そういうふうに思ったことはありますね。だから人生に絶望していた場合でも、どうせ最後召されるなら、その召される前に全部いい小説とかを読み終わった後も召されないともったいないからっていうのは、もうそう決めておこうって思いましたね。その絶望した時にはそういうなんていうのかな、そうしようっていう風に頭では感情がもうなくなってるだろうから思えないとは思うので、もうなんていうのかな、付箋を頭の中にもうあらかじめもうそういうルールにしとくって感じですね。そういう風になったら付箋、もともと貼ってあった付箋が見えたら、そっか全部読んでから行こうと思ってたんだっけっていう風に思い出そうって思ったぐらい、やっぱり作品っていうのは力があるし、単純にね、どうせ終わりにするならせっかくある面白い作品は読んどかないともったいないっていうのはあるので、もちろんね、そういう時にね、そんなこともする力もない状態のこともあるので、それはそれでしょうがないよねっていうのはあるので、できたらそうしようかなっていうふうには思ってるよっていうことですね。だからやっぱり作家さんとか本当漫画家さんも小説家さんもね、映画とかもですけど、全部そういうストーリーのものを作る人、本当すごいなっていうふうに思いますね。それを見た人がその人の人生の体験になってしまうくらいのものってあるので、そういうのを読むとね、本当にそれだけで生きててよかったなっていうふうに思ったりするので、作家さんとか漫画作家さんはね、間接的にいろんな人のいろんなものを救っているなっていうふうには思いますね。ちょっとそんなことを思ったっていう話でね、今後ね、新しい漫画家さん、若い漫画家さん
若くない漫画家さんもですけども、どういう話を書くのかなっていうのが、ちょっと楽しみだなっていうふうに思いました。ということで、それではまた。